もうちょっとこう実践的なというかこう概念みたいな感じになってきてるからちょっと眠たいかもしれないのね。具体的な感じで私の話をします。私じゃあどこの国にも行ってないです。日本で撮ってます。まあほとんどが奈良で撮ってます。日本人の俳優さんと撮って、まあ、今回ジュレット・ビノスさん初めてね海外の人しましたけれども、でもじゃあその他の国に行って他の文化を受け入れてっていうような意味では、やってないじゃないか川瀬直美なのにどうしてカンヌに行くんだと単純な話。萌えの朱雀は本当に奇跡だったと思います、うん、まず、カメラダオルなんか奈良の、27歳の女の子が撮ったみたいだぞってニュースになった時に日本の映画業界この人誰ってなってました、うん、で、そこで見つけた映像、まあ、は奈良の吉野の山の単に家族の物語で本当に派手でも何でもなくって正直日本でカンヌの前に試写会あったんです。マスコミ向けの試写会ね。誰も何の反応もせずに試写室を出ていくんですよ。で私ダメだこれダメなんだと思ってで母校の自分のビジュアルアーツっていう学校にこの間、長編1本目撮ったらしいけれどもどうやったとか言って聞かれて20点ですっていうふうに言ってたんですよ。そしたら春先にカンヌから招待状が来てどうやらカンヌに招待されてるみたいだぞと、当時の配給会社のワウワウさんたちがですね大変騒ぎましてで そこからフランス語字幕をつけなきゃいけないみたいだと。でその粛々とそういう作業をしてもうみんなおのぼりさん状態でカンヌに行ってで私もなんだかよくわからないまま会期の最初から最後までいることになってプロデューサーたちはその上映日のあたりに来てるんですけど私はなんだか知らないけど招待されてるから全部行きなさいって言われて一人ぼっちでカンヌの街にいてたんですね。で最終日ももう明日帰れるとか思って私日本食好きなんで全然日本食とかもカンヌで高くて食べれなくってで帰れるって喜んでじゃあちょっとピカソ美術館に行っとこうって思って帰ってきたらどこに行ってたの当時携帯とかないですからどこに行ってたのって大騒ぎされてそれで賞を取ったみたいだよカメラドールっていう賞だよすいませんそれは一体どういう賞で一体それは何なんですかみたいなことでとにかく着替えなさい着替えて授賞式に行くからって言って騒ぎになったんです、うん、で帰ってきたら世の中が一変していてで花束がいっぱい届き家にすいません貧乏なんでお米送ってもらっていいですかとか発表しでいろいろあってそこから10年もがりの森もがりの森があそこで、受賞した理由の大きな一つに今マリアンが言われたことがあると私は思ってます、うん、これちょっと眠くなくなってきたと思うんですけどそれは何かフランス人が編集してますあの映画で、その時編集してくれた人が、フランス人それから音のデザインサウンドデザインですねこれをしてくれた人がフランス人でもちろん「もがりの森は」私がお金を集めて作った映画なので日本人のサウンドと編集マンがいたんですけれどもフランスからもお金をもらっていました先ほどのシネマ・ドゥ・モンドのお金そのためにはフランス人のプロデューサーが必要なんですでそのプロデューサーがその、ナオミ全部仕上げてね一応仮編集というかもうこれで完成ですって言って持っていったらナオミこのね映画のねいけないところはねエディティングとサウンドデザイン私が用意する編集マンとサウンドデザイナーをこれから入れますって言われてそれは一体どういうことだ日本で待っているサウンドデザイナーと編集者はどうすればいいんだとでもそこでとにかく、編集をある程度仕上げていただいて私は客観的にそのフランスバージョンを見ました日本で編集していったものよりも今言われた映像言語がつながっていて
ストーリーが理解できるっていうより感情が流れていたんですね。でその編集バージョンを見た日本の編集者は、なんであのエピソード入れないんだよ、あのエピソード入れないと説明がつかないじゃないかって言ったんです。でも私は、いや説明じゃない、感情なんだ、うまく説明できないんですけど、じゃあもう俺は降りる、クレジットも入れんといてくれ。そう同じことがサウンドデザインにも起こりました。私はフランスのサウンドデザイナーとフランスの編集マンを選んだんです、でそこにはね、何があったかっていうとね、客観性が入ってた、映像言語での編集が入ってた。でサウンドデザインはその世界に観客を真ん中に置いて、ちゃんとそこで存在している音を作ってくれてた。つまりね、セリフだけじゃないんです。そのスクリーンに映っているだけの音ではない、その世界にいればこっちからなんかこう掃除してる音も聞こえるし、網戸閉めてる音も聞こえるしっていう、そういう音を全部作ってくれてたんですね。でも私はその時日本の技術スタッフに、そんな作品の作り方、そのスタッフを裏切るようなことをやってたらこれから先映画は撮れないよって言われた。だからそこで縁を切ってでも、私はそのフランスの感覚というのか、その客観的な映画言語を使った映画の作り方を学んだんですね。でそのね、なんか決心っていうか、というのはとても辛かったけど、でもそっちを選んだの。で奈良国際映画祭では新しい監督たちと映画を奈良で作ってます。だから私はいつもその監督たちに言います。このあなたの常識はやっぱりあなたの今までの常識であって、日本人と一緒に作る時に、日本で映画を作る時にもう少しその映像言語で編集をつなぐべきだっていうようなアドバイスをする。でもそこで拒否する監督もいる。でもそれを乗り越えて新しい提案を聞いてくれた作品っていうのはやっぱり国際的な感覚の中で受賞したりするんですね。という意味で、じゃあ何が必要かっていうと、私はプロデューサーの存在がとても大事だと思っています。そう言ってフランスのプロデューサーが私にサウンドデザイナーとエディターをあてがった。このことを言える人、ちょっとマリアンさんにはそのプロデューサーの役割っていうことをちょっと聞いてみたいんですけれど。I think there's always two people in the movie from the very beginning to the end. It's a producer and a director, and they work together for 2, 3, 4 years sometimes. So it's very important that they are a very good couple. And I think the most important job to a producer is to understand the artists that they work with, and to know the strong side and the weak side, and be able to help them. I think that it's very important to ask a lot of questions and insist if you think the director is going in the wrong direction. But the most important thing, I think, is to be sure that you help the director really accomplish their work and don't destroy the direction in which they go. And especially for the most interesting directors like now me, who's explorer of cinema and explorer of the cinema language. マリアンとこうやっぱりやってて、私もアドバイスをいくつか受けてました。ビジョンにおいてね、今回作ったビジョンにおいてね、このエピソードは絶対にいらない、もうそういうすごい漠然としたアドバイスではあるけれども、なんでこれ絶対必要だよねと思っている自分の固定観念というか、その撮影してるからこそ、シナリオから作ってるからこそ必要だよねって思いながら、マリアンっていうのはやっぱり映画を見てるんですね。そのフローをちゃんと見てるんですね。特に私はそのフランス人の人たちとやるときにちゃんとフローを見てくれるから、一つのエピソードのたとえそれが役者がすごい演技をしてたとしても、フローがおかしければそれは外した方がいいっていうようなアドバイスをしてくれていました。
だからそっか、こういうふうにやってみるとなるほどこういうふうに全部映画を見終わった後は感じるね、やっぱりマリアの言ってることは正しいよねみたいなことがありました、ちょっと具体的にはなかなか言いづらいんですけど、ぜひ映画をね8日に見ていただければと思いますけれども、さてヨーロッパとアジアとかね、つまり日本っていうのはね、その世界から見てどういうふうに見られてるか、そのね全然お世辞とかも本当になくしてほしい。今の日本の映画の状況、世界から見る、例えばカンヌにもね日本映画がいくつか行ってますけど、それこそ新しいその日本人監督っていうのが出づらいってここ数年言われてます。その辺に関して何か感じることはありますか？About the continued evolution of new talent which has come out, and I think that it continues. I think there is probably one thing that the language barrier, it's a little complicated because you need to have a common language in order to go out. No, you have to have a language in order to go out in the world, and that's sometimes a problem. We were talking about, now we're at the Short Film Festival, and we're talking about the young generations and the future, and I do believe it's a very, very important initiative to have short film festivals, have short film productions, because it is a place where you have the liberty as a young filmmaker to experiment, and it is kind of the place where you find the talent, because that's a place where people are more free in their arts instead of when they come into feature film production. なんで私正直審査員もさせていただいたんですけれども、インターナショナル部門とアジア部門と日本部門があるんです。で、ここだけの話にはならないんですが、日本映画部門は完全にレベルが低いです。でここの課題を何なのかっていうことをちょっとマリアンさんにも聞きたいのね。もうね全然違うんです、はっきり言ってだから日本の中でも1位も決めるし、アジアの中でも1位も決める、インターナショナル決める、その3本の中からトップを選ぶんだけど、日本のフィルムが選ばれることは絶対ないのね。これは何ですかねI don't know. I don't know what the system is here. I mean, but I think there is certain countries where you actually have a very, very great support for young talent and doing short films, and I think it's very, very important for nourishing and developing your film industry. 日本はないかな。ちょっとうなずいてる人も多いねんけどもフランス、私でもフランスの支援を受けないと映画を作れないというような現状がずっと続いているわけですよね。で私でもっていうのも変ですけど、オリジナル脚本を今の日本の映画界で映画化するっていうのは大変難しいです。でましてや、監督だけではなくって俳優、その、世界で生きていこうとするときにテレビに出たりとかつまりお茶の間の人気者になってないとキャスティングしてもらえない。で強い事務所に入ってないとキャスティングしてもらえないっていうような、まずその自分というものを見てくれる人がいないっていうところがあるんじゃないかなというのはあります。だから監督にしたって全く無名の監督がオリジナル脚本を書いて文化庁通らないですよ。でそこのそのハードルっていうのは一体何なのかっていうと、やっぱりどんな経歴の人がこの映画を撮るんだっていう過去の経歴を見るっていうことですね。で全く無名の若い人たちは経歴がない、脚本しかない。じゃあマリアンみたいに脚本を読んでくれる人がどれだけいるのか。いくらいい脚本でも誰が出るんですかってまず言われますよね。どんな配給規模ですかって言われますよね。つまり日本の国にしてみたってそれがちゃんと配給されることが大条件だ、絶対条件だし、売れなきゃいけない。
見てもらわなきゃいけない。じゃあそれはどういう人たちが配給するんだ。それは大きな会社がついてないと、無名の人がいくらいい脚本を持って歩いても難しいっていうような状態。それはフランスも同じですか？ No, it's not totally the same because I think that we're very lucky in France because it is really a country where you evaluate culture very, very highly, and I think there is also respect of that people have to grow. I mean, you don't get a genius is not born, with a big piece that goes worldwide. It takes time and for an artist to grow, and so I do believe that we give means in France in order to have the grow place for talent. 例えば若いクリエイターが日本人の、世界に出るためには、マリアンのようなプロデューサーと出会うことっていうのは今それをやろうとするなら必須ってことなんですかね。I think that's very difficult because it's difficult for overseas producers to come and produce young talent here for short films. That's why I can only say I think that you can show your talent with very little means, but I can only always encourage, like you have your festival, to have initiatives to make your talent grow. And you were saying something before about your work you do with Nara and the young directors and helping them to get out internationally. I think the Cannes Film Festival is, of course, by excellence, one of the biggest festivals in the world, but there are actually many, many festivals. And I think one of the best ways of young directors is to find their way to do their first works and then have help, like people like you, to get it out internationally. But there's not only Cannes, there's a lot of places. And I think it's not very much work that's required to get out. And that are actually the places, I think, that when you manage to get out, also in smaller festivals, that's where Japanese talent, young talent, can easily find people to work with and create international relations that will help them continue their works. No, and I think that a very important thing is always the exchange. And I think that the cross-border exchange is extremely important, and it's a way of talent to nourish itself. Because there is, of course, when we talk also about the possibility of making a film, co-producing, having finance from other countries, it's of course very important because you need money to make the movies. But it is as much the richness of having another eye on your project and having that exchange with somebody from abroad. It doesn't necessarily change anything, but you give you the light already before making the movie about how it's perceived, and maybe make you kind of think about your proposition in a different way. そうですね、ちょっと補足すると、私もやっぱり海外の人の感想っていうのは日本人の方に見せている時は思いもよらなかった感想が聞かれます。で、思いもよらないエピソードも一緒に話し始めると出てくることがある。で、そこが国際共同制作のやっぱり面白さなんじゃないかなと。もちろん日本で日本人だけで作ってることは素晴らしい部分あります。でもそこの価値観を壊すところ、そこに新たな価値観を入れていくっていう、そのエクスチェンジって言われてる今のところをやれるっていうのは、今の時代だからこそより可能性が高くなってるっていうふうに私も思うんですね。だから私は東京に出てこようと思わない。なぜなら奈良でももう今の時代スカイプで直接パリとつながる、ミーティングができる、でむしろ本当に東京だといろんな意味でこうざわざわガヤガヤしているので、自分っていうものを見つめる時間が少なくなってしまうんですね。奈良は静かなのでそこで自分を見つめながらパリと直接つながるということができるっていう時代だから、東京ならもっとね、皆さんのいる場が世界にいい意味でつながってるっていう感覚があるんじゃないかなというふうには思うんですけれども。